背番号10番。現在ではその考えは薄れつつあるが、サッカー選手にとって10番とは特別な背番号であった。その起源はサッカーの王様ペレがいたから、背番号10はサッカー選手にとって特別な番号となった。ワールドカップカタール大会でも優勝したアルゼンチンの10番はメッシ、準優勝のフランスはエムバペ、3位のクロアチアはモドリッチ。時代とともにプレースタイルにおける10番像は変わっているが、今現在も特別な価値を持つことに変わりはない。この動画では鹿島アントラーズにおける歴代の背番号10を背負った選手たちを紹介していく。鹿島アントラーズの10番。1、ビスマルクバレット・ファリア。ビスマルクは1969年9月11日生まれ、ブラジルのサンゴンサロ出身のミッドフィールダーだ。J リーグ創設初期に活躍した外国人スター選手の一人であり、1997年に鹿島アントラーズに加入した。当時すでにヴェルディでスター選手としての存在を確立していた彼はジーコから直接勧誘を受け、1997年から2001年まで背番号10番を背負った。ビスマルクは典型的な司令塔で、卓越した視野、技術、華麗なプレーが特徴だ。ブラジル人らしいサンバのような優雅さを持ち、正確なパス、巧みなドリブル、ゴールへの嗅覚で知られている。攻撃的ミッドフィールダーとして攻撃を組み立て、ゲームのテンポを操り、決定的なパスを供給する能力は鹿島の初期の成功に欠かせない存在となった。ビスマルク在籍中、鹿島は1998年、2000年の J リーグ優勝、天皇杯や J リーグカップのタイトルを獲得した。創造性と勝負強さでファンに愛され、背番号10番の高い基準を確立した。2001年に鹿島を退団後、ヴィッセル神戸やブラジルのフルミネンセでプレーしたが、彼の遺産は鹿島で最も強く残っている。そして彼を語る上で忘れてはならないのが、ゴールを決めた後、眉間を指でつまんでひざまずき、神に祈りを捧げるパフォーマンスだ。ビスマルクポーズと呼ばれたこの姿は、当時のサッカー少年がこぞって真似をした。本人曰く、得点したことにではなく、日本という素晴らしい国でプレーできていること、神に感謝していたということだ。彼は日本サッカーのプロ化初期に鹿島だけでなく J リーグに大いに貢献した存在だ。2、本山雅史。1997年には攻撃的ミッドフィルダーとしてインターハイ、全日本ユース選手権、高校選手権で優勝し、高校サッカー史上初の3冠を達成。合わせて公式戦で年間49勝2分け無敗という驚異的な記録も達成した。そして伝説の雪の国立決勝、本山雅史は鹿島入団前からすでにスター選手だった。1998年にトップチームデビューを果たし、2002年から2015年まで背番号10番を背負った。本山は多彩でダイナミックな攻撃的ミッドフィールダーで、そのドリブル、創造性、運動量は際立っている。鋭いカットイン、予測不能、ディフェンダーを翻弄する滑らかな動きは、現代の三笘薫のようなフライヤー選手に例えられる。一般的な背番号10番が攻撃に特化するのに対し、本山は守備にも貢献し、試合を通じて高いインテンシティを維持するチームプレーヤーとも言える。2000年代の鹿島の黄金期を支え、2007年から2009年まで J リーグ3連覇という歴史的偉業に貢献した。また2000年、2007年、2010年の天皇杯、2000年、2002年、2011年、2012年の J リーグカップ優勝にも関与した。特筆すべきは2005年のクリスティアーノ・ロナウド擁するマンチェスターユナイテッドとの親善試合2対1で勝利で2得点を挙げ、世界の強豪相手にも実力を示したことだ。
本山は鹿島の背番号10番として14年間在籍し、クラブ史上最長の記録を誇る。鹿島でも監督を務めたオズワルド・オリベイラ監督はこう語る。私が鹿島からのオファーをいただいた時に、私の弟が昔フィジカルコーチをしていた。アントラーズにはすごい10番がいるぞ、日本一の上手い選手がいるぞと聞いて楽しみにして日本に来た。彼に接したりプレーしている中で、確かにそうだなと思った。技術もあり、ドリブルもあり、インテリジェンスという部分もあり、それをどうやって生かしていくのかというところだった。長年サッカーの世界で生活しているが、戦術的な理解度とゲームを読む力は5本の指に入るくらいの能力を彼は持っていると思う。唯一残念な部分は怪我や病気などフィジカル的な問題で90分間使えないことだ。2015年シーズンで鹿島を退団し、2016年から4年間ミラ・バンツ北九州でプレーした。2019年に契約満了となったが、それでも現役にこだわる彼は、実家の鮮魚店で穴子をさばきながら辛抱強くオファーを待ち、2021年にマレーシアのクランタンユナイテッド FC でプレーした。実は本山選手はかつてシドニーオリンピックのアジア地区予選で U22 マレーシア代表と対戦した。その時に決めた素晴らしいゴールは現地のサッカー関係者に強烈な印象を残していた。そしてクランタンユナイテッド FC には同国の一部および2部リーグのクラブからも問い合わせが殺到した。あの選手がミスター本山か、本当に41歳なのか、なぜ移籍の話があった時にうちのチームにもっと強くプッシュしてくれなかったんだと、現在はスカウト、そしてトップチームのコーチとして鹿島の未来への貢献を継続している。3. 荒木遼太郎。荒木遼太郎は2002年1月29日生まれ、熊本県出身。2020年にトップチームデビューを果たし、2022年と2023年に背番号10番を背負った。荒木は技術と運動量を兼ね備えた現代的な攻撃的ミッドフィールダーだ。低い重心、素早い足さばき、鋭い判断力で狭いスペースでも輝き、ディフェンダーを翻弄する。背番号10番としてだけでなく、ウイングやセカンドストライカーとしてもプレー可能な万能性が特徴だ。2021年、荒木は J リーグで10ゴールを挙げ、J リーグ最優秀若手選手賞を受賞し、一躍注目を浴びた。2022年と2023年の背番号10番としての活躍は鹿島を競争力のあるチームに保ったが、この期間に主要タイトルは獲得できなかった。彼の大胆なプレースタイルと若さゆえの自信はファンに愛され、 U23 日本代表として2024年パリ五輪予選本戦にも貢献した。2024年、度重なる監督交代などの影響もあり、出場機会が激減した彼は FC 東京に期限付き移籍を決断した。チームのエースとしてリーグ戦29試合7ゴールの活躍を見せ、復活を果たした。2025年、海外からのオファーもある中、鹿島アントラーズへの復帰を選択。背番号71を背負う彼の新たな活躍に期待したい。4. 柴崎岳。柴崎岳は1992年5月28日生まれ、青森県野辺地町出身で鹿島アントラーズの現代のアイコンだ。2011年にトップチームデビューし、2016年に背番号10番を背負った。スペインのテネリフェ、ヘタフェ、デポルティボラ・コルーニャ、レガネスでの欧州挑戦を経て、2024年に鹿島に復帰し、再び背番号10番を背負い、現在はキャプテンとしてチームを牽引している。柴崎は卓越した視野、パスの精度、冷静さを誇るディープライイングプレーメーカーだ。彼は中盤から試合を支配し、チャンスを創出する。チャンスメイクとゲームをコントロールする能力、高い運動量とリーダーシップも彼の価値を高めている。初の鹿島在籍時には2016年の J リーグ
優勝と FIFA クラブワールドカップでの準優勝、レアル・マドリードに2対4で敗戦に大きく貢献した。この活躍が欧州移籍のきっかけとなった。2024年の復帰後、キャプテン、選手会長、背番号10番を任され、鹿島の勝利の伝統を取り戻す決意を表明した。ジーコスピリットを体現する存在である柴崎の背番号10番としての2つの期間は、彼の不変のクオリティと鹿島への深い結びつきを示している。欧州での経験は彼に成熟さと戦術的洞察力をもたらし、若手選手の模範となっている。キャプテンとしてクラブの遺産を背負い、背番号10番を選んだ決断は、鹿島を再び頂点に導く覚悟の表れ。柴崎の物語は鹿島復活と忠誠心の象徴としてこれからも続いていく。ジーコ。この動画で紹介した10番を背負った選手は固定背番号制が導入された。1997年以降の選手からピックアップして紹介させていただいたが、やはり鹿島の10番を語る上でこの人物を外すことはできない。私はネバーという言葉を決して使わない。人生では何が起こるかわからないからだ。何事も絶対ありえないと言い切ることはできないし、それで可能性を狭めてしまってもつまらない。もちろんノーと断ることもある。例えば私のキャパを超えた仕事の話が来た時、もしくは私とは反対の考えを持った人たちからのオファー。そういう環境では落ち着いていい仕事をすることはできないからだ。逆に言えば同じフィロソフィーを持つ人となら喜んで一緒に働きたいと思う。だからこそ私はこんなにも長くフラメンゴや鹿島アントラーズで仕事をしてきたのだ。1989年にフラメンゴで現役を引退した後、私は壊れてスポーツ担当大臣となった。ブラジルのスポーツのために尽力した日々は忘れられない思い出だ。しかしやはり政治の世界は自分のものではないと感じていた。私のいるべき場所は草の匂いのするピッチだと。そんな時に住友金属から話が来た。全てはゼロから始める必要があった。だがそのプロジェクトは誠実で本物だった。もし成功すればアジアはおろか世界のサッカー地図すら塗り替えられる。そんな期待と興奮に包まれていた。鹿島と自分の物語は美しく素晴らしいものだった。このチームに自分が持てる全てを捧げた。日本との関わりが途切れることに寂しさを感じるが、それもまたトゥードオベン全てよしという思いで受け止めた。これまで鹿島アントラーズのために尽くしてきたことを心から誇りに思っている。1980年代世界最高の選手の一人と評価された。2004年3月にはペレが選んだ偉大な存命サッカー選手125人のリストにも名を連ねた。サッカー史上最高の選手とも称されるペレは、今までの中で私に最も近づいたのはジーコだったと語っている。ワールドカップには1978年、1982年、1986年の3大会に出場。優勝こそ逃したが、1982年の黄金の中盤と呼ばれたブラジル代表は歴代でも最も優れたチームの一つとされている。現在はレジェンドと呼ばれるロナウド元ブラジル代表、ロベルト・バッジョ元イタリア代表は声を揃えてこう言った。いつかジーコのようになりたかった。献身、誠実、尊重、アントラーズファミリーという言葉とともに日本語とポルトガル語で構成されたそのビジュアルはかつて選手ロッカー前に掲げられた。あれから27年が経ち、今は新設されたトップチーム施設のミーティングルームにその姿を映している。アントラーズの歴史において時代は移り変わっても変わらない景色がそこにある。国内3冠、同年度内に国内3大タイトルを全て優勝した初のクラブであり、J1 リーグ3連覇を果たした唯一のクラブ。
リーグ戦の最終順位においても2桁順位になったのは2012年の11位のみであり、他の年はすべて1桁順位でシーズンを終えている。なぜ鹿島は強いか？それは時を経ても現代に受け継がれるジーコの魂が常にそこにあるからである。本当はもっと多くのチームや選手を紹介したかったのだが、止まらなくなってしまったので、一旦ここでこの動画は締めさせていただきます。まるで成長していない。皆さんの記憶に残るチームの10番、コメント欄にてぜひお知らせください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。